はいどうも、車買うチューバーワンサクチューブです。今回はレクサス LM に新たに追加された、待望と言ってもいいと思います3列シート仕様のレクサス LM500H、 こちらを撮らせていただいております。以前にね、青山インターナショナルギャラリーで2列シートのレクサス LM のエグゼクティブ、こちらは撮らせていただきましたので、それはすでにね動画でお届けしてますので、下の概要欄にリンク貼っておきますので、そちらもねぜひチェックしていただければと思いますが、今回は2列シートとの違い、そして、私ね今ベルファイア乗ってますけれども、ベルファイアとの違いなんかも見ながらレポートしていきたいと思います。そしてこちらレクサス LM500H3 列仕様ですね。こちらは1500万円というベリーエクスペンシブな価格となっております。なので下手するとベルファイアアルファードの2倍ぐらいの価格となってくるんですが、果たしてどこが違うのかというところを見ていきましょう。はい、改めてエクステリア見ていきたいと思いますが、こちらソニックアゲートというね深いレッドのような色になってますけど、これもねこういうなんかミニバンの色ってあんま見たことないからちょっと新鮮な気がします。そしてこちら LM ではですねユニファイドスピンドルボディという形になっていて、今まではねスピンドルグリルと言っていたのがですね埋まっている、でそして下の方に向かって開いているというようなユニファイドスピンドルになってますが、私の乗っているね LBX とかと同じようなデザイン処理となっています。アルファードベルファイアともまた違ったちょっと上品な感じはあるけど、さらに押し出しもあるというラグジュアリーなミニバンのもう最高峰ですね。そしてボンネットフードのところにはレクサスのエンブレムがついていて、でヘッドライトユニットはこんな感じになってますが、上も下も光るような感じですね。上にも L 字型のねアローヘッドのデイライト兼ポジションランプになっていて、下も L 字型になっていると。そして三眼 LED ヘッドライトになっていて、当然アダプティブハイビーム備わっています。ちなみにウインカーを点灯させてみるとこんな感じですね。アローヘッドの上の部分がウインカーとして光ると。で逆に下の部分は視認性を考慮して消えているという感じになっています。そしてねコーナリングランプがついているのが分かるかと思いますが、反対側を見ると、コーナリングランプついてないということで、リアフォグをつけてないときはねコーナリングランプとして、機能すると。でコーナリングランプなんですが、リアフォグをつけているときはこちらがフォグランプとしての役割も果たすということで、いろいろ多機能な、こちらコーナリングランプになっているそうです。そして、グリルのところですけど、ここもなんか複雑な形状してますよね。ハニカムの中にこういうメッキのパーツが入っていて、六角形のものがだんだん下に行くに従って間隔が開いていくというような、デザインになっています。でこちらの LM500H はですね 2.4 リッターのターボにハイブリッドが組み合わされているものということで、レクサス RX500H と同じパワートレーンと言えると思います。チューニングとかはね違うと思うんですけども、 2.4 リッターターボハイブリッドになっています。そして再度回っていきますけども、レクサス LM のボディサイズは全長5125、全幅1890、全高1955、ホイールベースは3000ということで、ホイールベース自体はアルベルと同じですけれども、全長はさらに延長されていて 5.125 となっています。全幅も拡幅されていて、アルファードベルファイアでは 1.85 に収まってますが、こちらは 1.85 を超えている 1.89 となっています。そしてサイドの方近づいていきますが、こちらタイ&アルミホイールは 22555R19 という19インチのタイ&アルミホイールが組み合わされています。ミシュランのプライマシー SUV プラスと書いてありますね。 SUV 用のなんかタイヤが装着されてるんでしょうか。でこちらね、キラキラとしたスパッタリングの加工がされている、ちょっとね黒みもかかっているようなホイールが装着されていて、これもねラグジュアリーな感じがしていいですね。そしてサイドロアのところには控えめにねこうメッキのラインが入っていて、こういうのが入っていることによってサイドから見たビューがね引き締まるという部分はあります。でこことかもねアローヘッドになってるんですね。で上のところにもメッキのラインが入っていて、サイドのねウィンドウグラフィックをこう縁取っていると。でミラーはブラックアウトされています。ここで少しねこう切り返すような感じになっていて、アウタードアハンドルはこちら E ラッチになっていますけども、ここもメッキ化色されていると。でここのねシーソースイッチに関してはアルファードベルファイアと同じものですね。でもこういうところの鋭角な感じとか、結構この辺のシャープな感じはいいですね。でリアに回っていきますけども、リアのガラスがですね、後ろまで貫通するようなデザインになっていると。これによってねちょっとルーフが浮いているようなフローティングルーフのデザインになっています。でメッキは上のところはねここで止まってるんですね。下の方はリアのガラスまで貫通するようなデザインになっていると
で、ルーフスポイラーがついていて、でルーフスポイラーの中にねここワイパーが格納されていると。やっぱここにねワイパーがついてるとなんかちょっとねやぼったい感じがしますが、こういうところもねすっきり格納されていると、高級車の証という感じがしますね。そして、このねリアコンビネーションランプ、このデザインすごいですよね。これちょっと碇玄道味を感じるって私前にも言いましたけど、もうその印象はよりね、感じられるこのねソニックアゲートの色ですけど、いやーいかついな。これリアビューね夜間見たらめちゃくちゃ迫力あると思いますね。アルベルでも迫力あるけど、そのやっぱね、上位車種ということでさらに迫力ありますね。でサイドのところはこういうねなんかこうしましまの柄になっていて、ここも光るのかな。ちょっと後でもし、ブレーキ点灯させれたらちょっとやってみたいと思います。でちなみにウインカーリアを点灯させるとこんな感じですね。こういう細い感じで光るんですね。で今バックフォグを点灯させてますが、ここが光るんですね。ちなみにこちらバックフォグですけれども、寒冷地仕様になるとつくということです。で、結構ね張りのあるデザインになっていてですね、アルベルは結構ここストンと、垂直に落ちているんですが、こちら LM ね全長も伸ばされている関係もあってですね、ここ少し傾斜がついています。これによってよりね勢いのあるというかですね、流れを感じるデザインになっていて、その分ね、ボディサイズをゆったり使っているという感じはありますね。でリアの、下端の方ですけれども、ここはもうサイドからずっとメッキが貫通するようになっていて、でマフラーとかはね完全に隠されるデザインになっています。この方がねすっきりしていていいですよね。でここにダイレクト4とレクサス LM500H と書いてありますけれども、 RX500H と同じようにですね、リアを E アクセルで力強く動かしている電動4輪駆動となっているということですね。続いて内装を見ていきましょう。でドアはですね E ラッチですね。レクサスで採用しているここにねスイッチがありまして、これを押すとカチャッと開くという電気式のドアノブになっています。でドアを開けるとこんな感じですね。いや贅沢。以前にもね青山で見ましたけれども、このソリスホワイトっていうね白の内装、めっちゃ高級感ありますね。で当然こういうところとかもソフトパッド手触りもよしで、こういうところもたっぷりとしたこう LTEX で貼られていると。でここもパイピング処理がされていて、こことかもわざわざ色が切り替えされてるんですね。カッパーみたいな色になってますよね。でこういうところ、ここはカチカチか、ここもでも色がついていると、見えないところにもちゃんと色がついています。で肘置きのところも当然ソフトパッドになっていて、ウィンドウスイッチ台座のところもピアノブラックになっていて、このスイッチ自体もねこうサテンメッキされていて質感いいですよね。で当然窓4枚とも開きますし、開き際閉まり際がねスーッとちょっとね襖を閉める時のような所作があると、この辺がねレクサスのなんかちょっとさりげない高級感の演出と言えると思います。でこの辺も全てソフトパッドになっていて、下のところはここはカチカチなんですね。で、LED のカーテシーランプもついているという感じです。でドアポケットはなんか飲み物とちょっと本とかが置けるぐらい広くて、ここにスピーカーがついていると。ちなみにですね隣にブラックの内装あったんですけど、これもいいですね。ここがウルトラスエードみたいになってんだ。これはこれでこっちでもいいな。でもシート自体はスエードとかではなく、ここのね一部がこう切り返しで素材変えてあるの、これはいいですね。結構悩ましいかも。でドアのねインナードアハンドル、こちらも E ラッチになっていて、これを押すとさっきと同様にカチャッと開くと。でこれバッテリーが上がっちゃった時はですね、これを物理的に2回引くとドアが開くようになっています。でこの E ラッチがあることによってブラインドスポットモニター、ここにね、なんか後ろから車とか自転車とかバイクとかが近づいてきていると、ここブラインドスポットモニター光りますよね。で乗り降りするときに斜め後方から、そういう車とかが来ていると、このブラインドスポットモニターと連動してですね、この E ラッチ開かなくなります。警告がついて、これが安心降車アシストという、装備なんですけど、もうドアがね開かなくなるって、これめちゃくちゃ安全ですよね。もう思わずドアをバーンって開けて子供とかがねバイクにぶっかっちゃったみたいなことがないというこの E ラッチになっています。フロントドアはね運転手ですけど、助手席の方とかね、これはスライドドアだからバーンって開くことはないですけど、そういうね、ブラインドスポットモニターと連動してドアが開かなくなる安心降車アシストもついています。そしてシートですけれども、こちら運転席助手席はセミアニリン本革という、いい革ですね。手触りもよしと。でこういうパイピングの処理もされていて、こういうカッパーの、ステッチも入っていると。で、このパワーシートのスイッチの台座のところもヘアライン加工がされていて、やっぱこの辺はねやっぱレクサスさすがだなと思う品質ですね。このスイッチ自体も見栄えも良いし、ランバーサポートもついていると。ランバーサポート上下にも効くな。
やっぱアルベルはねランバーサポートないんですよ。この辺もやっぱ運転手にも優しいというかですね、運転手の高級感も確保されているのがこの LM と言えると思います。でちょっと一段高いところに上がって、ペダル類ありますけれどもちゃんと床から生えているオルガンペダルになっています。ちょっと暗いんでね後で見るより今見ときと、こういう感じで開くんだ。こうスイッと下にスライドする、ここで ETC のユニットがありますが、こういうところも目隠しされてるし、ここもねソフトパッドになってますね。いやさすが LM1500 万という感じですね。じゃあちょっと乗り込んでいきましょう。この1段登ってここにねグリップあればよかったんですけどね、これ A ピラーのグリップは今回アルベルもなくなりました。ここで、登るような感じですがちょっと登りにくいですね。はい、よいこら小1とでドア閉めますが、そう LM ではですねイージークローザー完備、この辺もアルベルとは格が違うのだよ、格がという感じですね。レクサス LM500H バージョン L のインテリア前景はこんな感じですね。細かく見ていきましょう。14インチのおなじみのレクサスではこの、画面になってますが、言ってしまえばアルベルも同じこの14インチになってますね。でエアコンとかもここにね今ローってなってますけど、ここで温度調整ができるものになっています。この辺はナビのシステムとかですね、ナビの14インチの、サイズとかこの辺はアルベル同様となっています。でイグニッションのスイッチがあって、この辺はねこういうパネルがこっちにつながるようなデザインになっていて、この辺はレクサスの手綱コンセプト的なね感じだと思いますが、こう左右対称にこっちにもパネルが続いているという感じですね。ナビシステムもね、2021年 NX 出た当時はですね結構不満がいろいろありましたが、最近はアップデートされて高速道路のサービスエリアとかインターチェンジの予想通過時間が当初は出なかったんですが、今はもうアップデートされてちゃんと出るようになっています。じゃあちょっといつものチェックしてみましょうかね。エネルギーフロー、アルベルとかだとまだね作りかけのミニ四駆みたいな状態でしたけど、こっちの LM ではエネルギーフロー立派な感じになってますね。アップデートされてます。これも NX とかもね順次、アップデートされてって、見栄えの良いエネルギーフローとかになってってるということです。そしてシートヒーター、シートベンチレーション、さらにステアリングヒーター、これらもオートで起動する、オートモードも用意されてる。寒かったらシートヒーター、ステアリングヒーターがオートで起動すると。で暑かったらシートベンチレーションが起動するというようなもの、これもアルベルにも用意されてますけどね。でマーク・レビンソンのリファレンスサラウンドサウンドシステムですかね、いいスピーカーがついているということなんですが、ここにロゴがある以外はなんかちょっとやっぱスピーカーパネルとかの演出が控えめなので、こういうところもねなんか所有満足度という意味ではなんかねやっぱマクレビこれ見よがしな感じがあると個人的にはいいなと思います。だから NX とかね RX とかのスピーカーパネルはあれはいいですよね。ぜひともつけたくなりますよね。で、カッパーのねこれもひんやりとした質感があるこういうラインが入っていると。でこれもちゃんとドアの方に連続する。でこういう面も合っているというようなものになっています。この内装のしつらいはすごく良いですよ。でちゃんとハザードランプのここも光る。この辺はやっぱレクサスクオリティですね。でエアコンのこのルーバーのところとかもサテンメッキされていてひんやりとした手触りある。この辺もいいですね。これもちゃんとこっちにつながっていくようなデザインになっていると。この辺は完全にデザインですよね。この辺までエアコンの風が出るわけではないですが、こういうデザイン処理がされていると。結構デザインはいいな、内装のデザインで。ここもこういう、木のオーナメントパネルがついていて、開けると、ここが置くだけ充電になってますね。置くだけ充電と USB のタイプ C タイプ C ですね。で通信用もタイプ C。ここは物置ですかね。ここが特にこう開いたりとかはないですね。でもこういうリッドがついていて目隠しできるとですね、こう閉めてる時の見栄えがすっきりしてるっていうメリットはありますね。ただその分ですね、ドリンクホルダーはむき出しなんですね。ここはリッドなしなんだ。でもここの側のところはですねサテンメッキされていて、ひんやりとした手触り、そして、ピアノブラックと、こう2部品で構成されていて高級感あります。爪もちゃんとついていると。ここ高さは RX のように変えられないですね。でこの辺もちゃんとステッチ付きゴールド、カッパーのラインがついていて、この辺もちゃんと、当然ソフトパッドになっていると。質感はさすがですね。で、シフトはこの RX とかと同じように右に倒して D、 右に倒して上で R で、P は押すタイプとなっています。で電動パーキングブレーキとオートホールドのスイッチ、おそらくメモリー機能はないでしょうね。でトラクションコントロールオフのスイッチがここにありますが、こっち側は、押せないような、ものになっています。なんかデザインなんでしょうけども、トラクションコントロールこの一等地になくてもいいと思うんだけどな。で、
アームレストコンソールは左右どちらからも開くようになっていて HDMI の端子で、ここにも USB Type-C、 そしてアクセサリーソケットがあって、中はしっかり肝仕上げされています。ここがな、冷蔵庫のオプションがあるといいのになとは思いました。運転席でもやっぱ冷たい飲み物飲みたいと思います。これもしかしたらあんのかもしれないけど。でここがね、助手席のスライドとかを運転席とか後席側からできるスイッチがあって、で助手席の方を見ていきますけれども、この辺も当然ソフトパッドになっていると。ここも木目でこっちまで来てるんだ。贅沢な感じがしますね。でこのね、やっぱダッシュボードの奥行きたるやすごいですよ。結構今運転席からの見晴らしこんな感じですけども、この辺はアルベルとそんなに変わらないと思いますが、結構ねダッシュボードのこの奥行きは広大ですね。前の見切りはほぼ分かんないという感じです。でアルベルではここにドリンクホルダーが格納式のやつがあったんですが、逆に LM だとこの辺押してなんかニョキッと出てくるみたいなドリンクホルダーはなさそうですね。収納はちょっと減ってる感じはあります。でグローブボックスはこう押して開くタイプで、中はしっかり肝仕上げされてますね。この辺はやっぱ、質感はいいですね。この開き方もスイッと開くと、ちょっとしっとりと開くような感じになっています。で助手席のオットマンとかもないですね。だから LM であればアルファードベルファイアでは廃止された助手席のオットマンとかあると良かったのになとは思いますね。そういうところが差別化になったんじゃないかなと思いますけど、続いてステアリングホイールですけれども、これは木目と、本革のコンビネーションになっています。この辺のこう木目のね、こういう手触りもいい感じですね。でパドルもついていて、これもねひんやりとしたこうメッキのサテンメッキの質感がありますね。でドライバーモニタリングセンサーがありますので、アドバンストドライブに当然対応していると。アルベルでもね対応してますからね。で電動テレスコチルド、これもアルベルでありますんであって当然というところではありますが、電動テレスコチルド対応しています。輸入車とかだとね意外と電動テレスコチルドほとんど採用されてないですからね。そして 12.3 インチのフル液晶メーター採用されています。でこれタッチトレーサーですね。なのでこのヘッドアップディスプレイと連動してですね、ここ今タッチトレーサーで触っているボタンがこう分かるようになっていると。でページ切り替えで、このように機能を切り替えたりで、左側も同様ですね。左側はクルーズコントロール系のスイッチ、そしてメーターの情報切り替えのスイッチになってますが、これがちょっとね個人的には煩雑だなと思っています。クルーズコントロール中にメーターの情報を切り替えられなかったりとかねするんでね。あとねクラウンとかではあるウィジェット機能が表示できなかったりとかするっていう、もう細かすぎるポイントがあるんですけど、ちょっと話してると長くなるんで今回は割愛します。そしてヘッドアップディスプレイも、当然完備されていると。そして、ステアリングの右側ですけども、この辺ここはソフトパッド、ここもソフトパッドだから、メーターフードのところはここねちょっと不思議な形してますけどソフトパッドね、ここもソフトパッドになっていて、この辺はカチカチですけども、で大きな三角窓がついていて、ここで色が切り替えされてるんですね。でヘッドライニングとかもすごいもう手触りめちゃくちゃいいですね。これはもうカーペットというかもう本当に肝仕上げというような細かい、ファブリックが貼られていると。この辺もやっぱいいですね。ここはカチカチじゃないな、ここもソフトパッドかも。ここもソフトパッドかも。いや抜かりないな。でここが、エアコンの吹き出し口ナノ EX がついていて、パワースライドドアのスイッチここについてます。こっちにもついてるわ。両方あるんだ。だからアルファードベルファイアのエグゼクティブラウンジと同じ考え方ですね。ここでも、リアドアのスライドドアの開閉ができると。でこっちにもついているんですけど、これなんでここにあるだけじゃないかっていうとですね、ホテルとかに乗り付けた時にここをこうやって操作するとなんかドアマンとかに手を挙げているように見えてしまうというのがなんか嫌だということでですね、こっちにスマートにここで開閉ができるような気の利いたスイッチがこっちにもついてるということでした。でオドトリップのスイッチがあって、でここの辺もちゃんとソフトパッド巻かれていて、ポジションメモリのスイッチがあると。でこういうところも木目があって、ここも、ソフトパッドになっている。ここまでソフトパッドってなかなかないですよね。でここで、後席をこう折りたたむ、スイッチとかもあるんですね。で先ほども言いましたけれども、ここに ETC のカードが入れがあると。で、ミラーはデジタルインナーミラーになっていて、当然、普通のミラーにすることもできますが、このようにですね、後ろに人が乗ってしまうと、顔でね後方がほぼ見えなくなりますんで、そういう時にはですねやっぱりこういうデジタルインナーミラーで、後方をこうね確認できると安全という感じですね。続いてオーバーヘッドですけれども、ここはタッチですね。で、ここの間接照明というかこうじんわり光る
和室のね障子のような明かりですけど、これはここのボタンで、つけるという感じですね。ダウンライトとまたそれぞれ別にあるという感じですね。で、こちらサイドシェードのオープンスイッチですね。ここが閉まりました。これも開けることもできると。でこっちが、ルーフシェードの開閉ですね。ここが開くと、この辺もアルファードベルファイアと同じですね。で SOS スイッチがここにありまして、これ自爆するわけではなくて、オペレーターにつながるスイッチですね。サングラスホルダーもちゃんとありますね。でこれダウンライトになってるのかな、ちょっと分かんないですけど、なんかこれマイクかもしれないですね。で、こちらサンバイザーですが、ここにカードホルダーがあって、で、ミラーを開けるとこれアンバーの LED がちゃんとつくと。豆球ではないですからね。続いて後席見ていきましょう。このシーソースイッチを押して開けます。これもね一回こっちにスライドしてからこう缶抜きを抜くようにね、スイッと開くと。ここもガチャンと言わないような工夫がされているということでした。で、後席を見ていきますが、そりゃね広大ですよ。この辺はアルファードベルファイアのエグゼクティブラウンジと、お広さ自体は変わってないと思いますけど、やっぱソリスホワイトのね内装から明るくて高級感あっていいですよね。隣にブラックの内装あったんですけど、黒だとまた応接室的な高級感がありますね。じゃあちょっと乗り込んでいきますか。こちらユニバーサルステップついてますね。で、段がさらに1段あります。だからねこれついてた方が上がるね、幅は少なく済むのであった方がいいと思います。そしてね、これアルファードベルファイアでも同じですけども、これ長いタイプのこういうね、こうグリップがあると。でここもちゃんとこうソフトパッドになっていて、 LM だとねやっぱこういうところにこういうなんかちょっとね、ゴールドというかカッパーのこういう装飾がありますけれども、これが下の方まであるんでお子さんとかねお年寄りとか背の低い方でもつかみやすい、気の利いたものになっています。それではちょっと乗り込んでいきましょう。じゃあここに1段乗って、ここにグリップを掴んでもう1段登ってよっこらしょと。そして、ドアを閉めます。いや高級感ありますね。アンビエントライトがついてますね。やっぱこの辺はやっぱアルベルとは違うところですね。結構光々と照らされてるのが分かります。これも当然色も変えられるでしょうね。そして、もう運転席と膝前はっていうのはもう分かんないぐらい手のひら3枚分近くあるんで、足を組んでも超絶余裕の広さになっているという感じですね。そして、細かく見ていきますが、まずドアの内側見ていきましょうかね。この辺のヘッドライニング気持ち上げされている。そしてここにねこうなんか物をかけられる感じになってますが、ここのグリップもソフトパッドになってます。もう抜かりなすぎですね。で、この辺も肝仕上げのものになっていて、ここもソフトパッドになっています。でここがですねパンチングの、穴が開いていて、これもなんかこだわりのものだそうですよ。これの、目が細かくねよりちょっと小さくなっていくグラデーションのようになっていて、中からちょっとねこう金属がちら見えするような加工がされていると、こだわりのパーツだそうです。でアンビエントライトはここまで光るようになってる。いやいいですね。そしてここにマーク・レビンソン、こういうのですよ。こういうのがあるとやっぱ上がりますね、気分が。これもひんやりとしたパネルがついていて、でこれ窓のオープナーのスイッチですけれども、ここまで開くと。でそれとは別にですね、ここにこうスイッチありますが、これが先ほど閉めたねこのサイドシェードですね。このモーターの作動音もね小さいんですよね。こういうところが日本車気が利いてるなって思うところですね。これで、開閉することができると。そして、シートのバッグですけども、ここはグリップがついていて、ここも革が貼られていると。合皮だと思いますけれど貼られていると。でここもねこういう加色が金属調の加色がしてあって、でここのポケットとかもステッチついてんだ。ここもちゃんとソフトパッドになってますね。いやさすがですね。質感は抜かりなしですね。でセンターコンソール後端のところにもこういうね木目があって、この木目もなんか一昔前のこうペカペカとしたね、なんかいかにもフェイクウッドみたいなんじゃなくて、やっぱちょっとこれは本当に多分本木目だと思うんですけど、こういうね、手触りもちゃんと木の風合いがあります。こういうところがおしゃれですね。でここを開けると1500ワットの
アクセサリーコンセントと HDMI の端子があります。こういうのを目隠ししてあるとね、こう生活感が出なくていいですよね。で 1500W のアウトレットに対応しているということはですね、ガソリンさえ入っていればこの LM が発電所として使えるということですね。だから例えばね、台風とか、地震とかで避難所生活をしなければいけなくなった時とかに、こちらの LM が、1500W まで対応しているので、炊飯器であるとかポットであるとかドライヤーであるとか、そういったものがここで使えるようになるので、もうシェルターになると、さらに発電所にもなるというのがね、やっぱトヨタのハイブリッドのいいところですね。ハイブリッドでもね、こういう外部給電ついてないメーカーありますからね。でここもちゃんとソフトパッドだわ、すごっ。で開けると、この中は何を入れるのかちょっとわからないですけども、ペットボトルぐらいは入りそうですね。しかも肝仕上げされてるんで、ちょっと濡れ物は入れたくないような感じしますけど、肝仕上げされてる収納があると。でアルベルでもありましたが、ここにちょっと隠し収納、あれないのかな、ないかも。アルベルではここが隠し収納になってましたが、ここなんか間接照明になってるだけで、ここはなんか引っ張っても開かなかったですね。ちょっとした収納あったんですが、 LM ではあえて生活感のある収納を減らして、ここがねちゃんと足を置いてもいいようなこうカーペットと同じような素材になってますね。これちょっと暗くて見えないんで開けときますが、こういうね、ファブリックが貼られていると、ただしここは開かなそうですね。でもここがこうライトで照らされるというような感じになっています。こっちの方が明るくていいですね。そしてこの贅沢極まるこのねシートですけども、ここの天板の柔らかさが本当他のところとは違いますね。でさらにここが開くような、こっちに開くんだった、そうだった。でここからテーブルがこうニョキッと出てくると、この辺はアルファードウェルファイアのエグゼクティブラウンジとかと同様ですけども、ここの天板まで革が貼られてるっていうところが LM が違うところですね。これ確かなんか角度が変えられた気がするんだけど、アルファードベルファイアではここ折りやすいよ。こうだ、これがついてるから、そうだ、これがついてるから、あれでもな90度までは曲がったような気がするんだけどな、ちょっと曲がんないみたいですね。ここはだからアルベルとはまた違うところですね。お弁当食べたりとかするというような感じじゃないのかな。曲がらなそうですね。でここにデバイスがあってですね、これがこう iPhone のように操作できると。でこれでオーディオとかエアコンとかが後部座席でもできるようになっています。でここ今オフになってますが、ここ電源ボタンを押すとですね、このようにフリップダウンしてきて、ここがリアエンターテインメントシステムのこうモニターになると。当然テレビとか HDMI の情報とかを映すことができるという感じですね。今ちょっとテレビはつけてないので映らないですけど、こういうモニターもついていると。2列シートのね4座だとここに大きな隔壁があってめちゃくちゃでかいモニターついてましたが、こちら3列シートだとこういうフリップダウンしてくるモニターになるということですね。でオーバーヘッド見ていきますけれども、ここもダウンライトというかライトのスイッチがあって、ここもこういうね木目のテクスチャが貼られていて、ここがちょっとした収納になっていると。サングラスホルダーにしてはでかいんで、小さいねティッシュとかだったら入れられそうですね。でこっちにもあるという感じですね。でここでもシェードとかルーフの開閉ができますね。でルーフをちょっと開けてみますが、こんな感じですね。反対側もちょっと開けてみましょうかね。こんな感じ。3列目の上まではいかないけど、上が明るくなるというルーフシェードがあります。でここでカラーとかもね調整ができるみたいですね。でちょっとね助手席の方で見ていきますが、パワーシートの調整のスイッチはここにありますね。これも結構スイート、カチンとスライドとかまでこうパワーでできるってなんかすごいですね。でリクライニングとかもできますし、オットマンも当然ついてると。こんな感じで、さらに伸びる、すごっ。ここまで行くんだ。やっぱこの辺のオットマンのこうね、伸びる量とかもやっぱアルファードベルファイアのエグゼクティブラウンジ相当と言えると思います。リクライニングできる角度もめちゃくちゃついてますね。だからもうこれはもうすごい寝れるねこれで、当然シートヒーター、シートベンチレーションついてます。さらにマッサージ機能とかもあったはずですね。これも端末で、調整できたのかな。リラクゼーションっていうのがありますね。今着座が検知されてないので制限されてます。ここ今座ってないからですけども、こうリラクゼーション機能もあるということで完璧ですね。
はい、実際に横になってみましたけど、いやめちゃくちゃ快適。いやこれは寝れるわ。いや寝るにはもう完璧すぎますね。枕のこのヘッドレストの厚みもすごいですからね。このレクサスマークついてますけど、シートがやっぱりいいわ。マッサージ機能も快適ですね。いやもみもみされてます。お尻の方までもみもみされるんだ。ちなみにですね、2列目シートのこの肌触りいいなと思ったら、こちら L アニリンというもっといい革を使っているということです。続いて3列目アクセスしていきましょう。ここにねレクサスのプレートがついていて、このスライドのスイッチがありますが、これをスライドスイッチを押すと結構な速さで前までスライドしてくれます。でここにこうシートバッグを起こすボタンがあって、これで乗り込むという感じですね。広角で見るとこんな感じですが、結構乗り込みの幅は広いですね。で3列目自体はですねこんな感じですね。3列目自体もしっかりとした作りがありますね。それではちょっと乗り込んでいきましょう。ここもね、こう段差階段でね、登っていくというような感じですけど、広いですね。十分広い。はい、ちょっとシートを戻してみましたけども、めちゃくちゃ広いですね。アルベルも広いですけども、室内調自体はそんな変わってないと思いますが、当然3列目でも足が組めるぐらい広いですね。でここでもここにスライドボタンがついてる。これでこのね2列目3列目のシートの位置とかも調整すると。で2列目もこれでも全然十分広いですね。ちなみにこちらが今最高端になっている状態ですね。それでもこんだけ広いですから。でアームレストも立派なものがついていると。でここにはなんかトレイがあるんで、真ん中に人はやっぱ座れない6人乗りってことですかね。それでも広いですよ。もう拳どころか手のひら2枚分ぐらいあるんで、拳だったら 4.5 個分ぐらいはありそうですね。そして、ここにドリンクホルダー2つと、USB のタイプ C、 しかもバックライトで光るんで夜でも探しやすいと。でこの辺もソフトパッド、この辺も全部ソフトパッドだわ。すごっ。ここだけはさすがにカチカチですけども、白いところは全部ソフトパッドですね。上はもう肝押し上げされていると。でグリップがあると。グリップはさすがにここのグリップはそんなにソフトパッドとかではないですけど、十分でしょう。この辺まで全部ソフトパッドだわ。で窓があって、しかもここの窓もこのシェードが閉まると。スイッと閉まると。いやー高級感ありますね。でオーバーヘッドですけども、ここでライトがつくと。こうじんわりつくんですね。光量が調整できるんだ。そして、ここも収納になっていると。小型のティッシュか、グラサンを入れるというような感じですかね。でちなみに今こっち、2列目を後端にしているこっち側にちょっと来てみますけども、これでも拳 1.5 個分ぐらいある。つま先の足入れ性もいいんで、これでも十分座れますね。でこっち側はドリンクホルダー1つ、そして、USB のタイプ C がこっちにもあると。バックライトで光るという感じですね。で後部座席自体もですねスライドが可能となっています。ちなみに広角で見るとこんな感じですが、ここにもなんか収納ありますね。でじゃあちょっとスライドさせてみましょう。今こちら側後端になってます。でリクライニングもそうできるんですよね。ここのレバーでこのシートのリクライニングもできます。でスライドはこの下のところでできます。ここまで行くんで、これで荷室を広げることもできます。これでも結構広いな。スライド幅としては20センチぐらいは余裕でありますね。やっぱり、ちゃんと3列目までゆったり座れるミニバンになってますね。最後ラゲッジも見ていきましょう。ここで開けたくなるんですが、スイッチはねここなんですよ。ここで開け閉めする感じですね。これはアルファードベルファイアでも同じです。で、テールゲートを開けるとこんな感じですね。今3列目のシートは後端にしてある状態ですけれども、それだとね、ここのスペースはミニマムですが、これ下は収納はありますね。この辺はやっぱアルベル同様にですねあります。これ今スペアタイヤが入ってますんで、ここの、下の収納はそんなに今はね物は置けないですけど、こっち側にも、物が置くスペースがあります。で真ん中のところもこうペロッと一応めくれるようになっていて、ちょっとね三角表示板ぐらいは置いとけるようなスペースになってます。これ多分外部給電アタッチメントが入ってたのかな。でこれ後ろ側からでもですねこのようにスライド可能となっています。結構2列目が前に行ってる状態だとねここまで行くんだ。じゃあ2列目を一番後端にしてる状態だとどこまで行くのか。それだとこの辺ぐらいまでしか行かないんだ。結構ね荷室の融通も効きそうですよね。
しかも LM ではですね、こう2列目をこうスライドさせたりとかっていうのをこうラゲッジ側からでもできるようになってますね。この辺はやっぱさすがですね。そして3列目の跳ね上げも結構簡便なんですよ。で、ここのレバーを引くと、はい、これでもワンタッチポンと。でしかもダンパーで止まるようになってるんで、この辺はねやっぱ気が利いてますよね。でここにこういうねベルトがあって、これをここに刺すと、はい、これで、止まるという感じですね。で反対側も、はい、ワンタッチポンと。で、ここのベルトをここにはめれば完成と。はい、これで完成ですね。いや簡便ですね。この辺はこの辺もアルファードベルファイアと同じですけど、結構実用性のあるラグジュアリーミニバンと言えると思います。はい、それでは最後開発責任者の落畑さんにちょっとインタビューさせていただければと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。今回の LM3 列シート、あと LM 全体を含めてこうお伝えしたい部分っていうのはありますかね。はい、もちろんですね、機能装備面は LM に期待されるレベルというのを精緻に作り込みをやっております。なんですが実はですね、皆さんには実は乗っていただきたくて、走りの方をすごく頑張ってやってます。で僕らやりたかったのがですね、やっぱり乗員が、すごく快適だと感じるようなことを特に注力してやってます。この車自体は素に戻れる移動空間というコンセプトで掲げてますので、レクサスが大事にしてきた乗り心地と静粛性、そこは極めたいと。で特に乗り心地に関してはですね、実はボディの作りだとかも一味二味も違いまして、すごくこだわりをたくさん入れてます。愛知県田原工場に少量生産するような生産ラインを専用で作りまして、そこで実はボディ溶接の点数だとかをものすごく増やしていたり、あとは適材適所の接着剤の使い方、それからブレースだとかを後からなんですけども実は足したりとかしながら、アルファードベルファイアとはまた一味違った格上の走りで、何をやりたいかというと、お客さんはやっぱり快適に自然体で乗れる。なのでそのためにはですね、頭の揺れをこう少なくしてあげるだとか、視線の動きをなるべく少なくしてあげようというところで、そういうボディの素性の向上というのもやってますし、実はこの車ダイレクト砲というのを使ってますが、前後の駆動力配分を使いながら加速減速時の車両の姿勢を最小化するですとか、あとはシートもですね、腰で支えるような形状をしながら頭の揺れを少なくする。なので快適っていうのをですね、頭の揺れを少なくする、視線の動きを少なくするというようなコンセプトをいろんな手段で実際にはやってます。はい、はい、ありがとうございます。やっぱりこの 2.4 のこのターボハイブリッドを搭載しているっていうだけでもやっぱりアルベルトは格上というか、あっちにはないですもんね、このパワートレーンが。はい、そうですね、我々格上か格下かっていうのはあまり意識せずに自分たちがやりたいことをというところで、お客さんに響くような価値をというところでこのような手段を取っているというところですね。実はこの車ですね、後席の快適性というところを重視してやってますが、実はその安心感を得るためには運転のしやすさ、それからドライバーは例えばハンドルを切った時の応答みたいなところがすごく大切になってきてですね、それが後席の方の安心感として伝わります。ですのでハンドルを実際に握られる際には、後席の快適性もそうなんですけども、ハンドルを握られて実は思った以上に運転が楽しいというところも見ていただければと思います。まずは乗ってほしいということですね。なかなかこう試乗っていう機会もないかもしれないんですけど、お近くのレクサスのお店で試乗車がそろそろ配備されるかなというところだと思いますので、足を運んでレクサス最初ビビると思うんですよ。僕も最初ディーラー行く時ビビって入れなかったんですけど、レクサスの公式ホームページから試乗予約が各お近くの店舗でできますんで、そちらでね試乗予約をしてから行くと温かく迎えてくれますんで、ビビらずに行けると思いますのでね、ぜひホームページで予約をしてから試乗行くといいんじゃないかと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということでレクサス LM500H に新たに加わった3列6人乗り仕様バージョン L ですね。こちら1500万円となっています。
ぼちぼちねディーラーにも入ってくると思いますんで、気になっている方はねお近くのレクサスのお店足を運んでみてはいかがでしょうか。車でも何でもね欲しいと思った時は買い時ですからね、好きなもの買って経済回していきましょう。それではあなたの物欲を刺激する車買うチューブはワンソクチューブ、次回もお楽しみに。